は。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。今回は先頃公開しまして好評を得ました冬の釣り場3選、これに続く第2弾冬の釣り場5選ということで、やっていきたいと思います。最初は川田屋沼ですかね、ですがすぐ脇に本田エアポートがあるということで、飛行場沼、エアポートの沼などという呼び方をされることも多いと思います。そんな川田屋飛行場沼、本田エアポートの沼ですね。ここは一年中ヘラブナ釣りの人が多く訪れている場所なんですけれども、冬でも小物釣りも楽しめるということで、何度か冬場に通っていますね。ところどころに釣り台が設置されているんですね。それを拝借お借りしまして、そこで釣りをする感じ。釣りをするときに何か障害物付近の方が小物を釣りやすいという感じがするので、この時は岸寄りの草際、こういった枝の脇あたりを狙って仕掛けを投入する。使う餌はずいぶん前に作って冷凍保存していた、これは黄身練りなんですけれどもね、この袋に入れて保存していて、袋の端をハサミで切ってぐっと絞り出すというか押し出す感じで使います。それを針先に絡めるんですね。早速仕掛けを投入して、さあどうだというところで、冬場は魚の活性が低くなるんですけれども、この時は1投目から当たりがあり釣れたのはクチボソですね。割と冬場はしばらく粘ってからだんだん当たりが増えてくることが多いんですけれども、この時は暖かめの日を選んでいってはいますけれども、1投目から釣れてとても幸先が良かった、クチボソが釣れたという。またすぐ浮きが動いてますね。またククッと浮きが沈みましたけれども、ちょっとなかなかかからない、そういうのを繰り返してますね。魚が餌をつつくだけで浮きに反応が出る。だからうまくかからなかったりということもよくあるんですけれども、今度釣れたのはこれはブルーギルですね。ここはブルーギルもとてもたくさん釣れる場所。このように針に黄身練りを絡めまして、仕掛けを投入ですね。ここで釣りをした時に一度ブルーギルしか釣れなかったというようなこともありました。ただ自分で実際やってみて、特に冬場などはブルーギルは活性があまり高くない。むしろクチボソ、タモロコなどの在来種の方がよく釣れる感じ。これもクチボソですね。
それから何かで見聞きして試しているんですけれども、黄身練りブルーギルは割と黄身練りには反応が鈍いよというような、そんな話がありまして、それでちょっとどうなるかと思って試してみたら、確かにそういう感じありましたね。この日はブルーギルはあまり釣れず、口細、そしてタモロコがよく釣れたという冬の一日になっています。また釣れましたね。釣果はこうなりました。大きめのがブルーギル、それ以外が口細にタモロコということになりますね。このブルーギルは埼玉県では特定外来生物扱いに注意が必要。2つ目は富士見野市瓶沼親水公園。この横の旧流路ということらしいですが、ここが冬場でも結構釣れる場所なんですね。市販のタナゴ仕掛け、この時の餌は練り餌ですね。柵越しに竿を出してます。早速一匹釣れてきました。これはタモロコですね。タモロコが釣れてますね。餌を小さめにつけまして、身を乗り出すような感じで柵越しに仕掛けを投入してます。この水路の中に草が生えている、その周辺がやはり狙い目になる感じですね。浮きがスーッと動きました。また釣れましたね。これは口細ですね。やや大きめ。この撮影をした時は確か2月だったと思うんですけれどもね、冬でもいいペースで釣れると、何かそこの草に引っかかってしまってという、そういう仕掛けロストの危険もありますけれども、草木は魚が集まりやすい場所ということになりますね。また釣れました。これは追い川ですね。追い川も釣れましたね。話によるとフナも釣れるらしいんですけれども、自分はまだ釣ったことがありません。この水路、旧流路、少し奥の方まで続いていまして、草際を狙って釣るというところは多分基本になるかと思いますけれども、いろいろ釣り人さんが入られていない場所を試してみるのも面白いと思います。この日の釣果ですね。追い川、そして口細、タモロコ。ただ現在ここは土手のところがバリケードをしてありまして、すぐ駐車ができないような感じになっていますね。離れたところに車を止めて、もしくは徒歩または自転車で行くというような現在の状況だと思います。
3つ目は川越の用水路ですね。狂い咲きの仏の座。最近は冬場でもそういった狂い咲きですね、草花を見かけることも多くなりました。地球温暖化の影響ということなんでしょうね。冬場ところどころに水が残っている深場を狙って竿を出していますね。この場所もかなり有名ポイントで多くの釣り人さんが訪れている。この日は昼ごろ一度通ったんですけれども、釣りをされている方がいたので他を回って夕方近くに来てみたらどなたもいらっしゃらないので竿を出してみたという、そういう状況でしたね。基本の市販卵仕掛け、これに卵グルテンでほどなく1匹目が釣れました。小ブナですね。この秋から春へかけての減水期、この周辺での狙いは小ブナということになりますね。小さいこのサイズの小ブナがたくさん釣れる場所。狙いとしましてはやはりへち寄り、壁際寄り、そういったところが釣果が上がりやすいかなと思いますね。ここは少しコーナーを意識して仕掛けを投入してますね。浮きが微妙に動いているような、そうでないような、船を釣るときはイグイというような言い方がありまして、何かこう浮きがはっきり動かない、ちょっと揺れてるのかなとか、なんとなく引っかかってるのかなとか、または特に何も感じなかったなとか、それでかかることがありますね。釣果は小ブナが釣れました。真冬でも釣りを楽しみたいと思った時に、こういった用水路の深場などに魚が潜んでいるというか溜まっているというか、そういうケースが多いので、もしそういう場所を見つけたら竿を出してみると面白いかもしれませんね。4つ目は鴻巣市宿折川周辺の田園地帯、そこを流れる用水路ですね。暖かい時期に一度この辺りを散策しまして、ここに深場があることを知っていたんです。それで冬になったらぜひ行ってみたいということで行ってみたところ、その日は用水路ところどころ氷が張るような寒さでしたけれども、この深場で釣果が上がったということでまた行ってみた、その時の動画なんですね。最初に仕掛けを作ってます。
100円ショップで購入したハリス用 1.05 の、糸、ハリス用と書いてありますけれども、道糸に使っても特に問題ないということで、1号の道糸として使ってますね。この浮きゴムを通すのを忘れがちなんですね。針は棚子針ですね。それから浮きは市販の棚子仕掛けについている浮き、これを流用しての浮き仕掛けということで、高いところから深場を狙っての釣りになっています。このような感じなんですね。このコーナー近辺を狙って仕掛けを落とすと反応があるよという感じで、そこ狙いでやり始めてますね。ほどなく反応があって魚が上がってきました。釣れたのはタモロコですね。タモロコが釣れました。特に冬場は1匹目が出ると本当に嬉しい、ほっとする、行った甲斐があるという感じがありますね。続けてまた釣れました。これはクチボソですね。クチボソが釣れてますね。この深いところを上から覗き込んで釣るというのはなかなか体勢的にしんどかったりしますけれども、また釣れました。こうやって魚が釣れると、そういったことも吹き飛ぶ、さらに上乗せしての楽しさにつながりますね。追い川ですね。追い川が釣れてます。なかなかいいサイズの追い川。冬の追い川、この日の釣果ですね。とても楽しい冬の釣りになってます。5つ目、北本市の北本総合公園ですね。この動画、自分たちが行った時は、3月でしたけれども、冬の間も釣れるという情報を得ています。冬場は特に公園で釣るというのは、トイレの問題なんかもありますから、とてもありがたいんですけれども、こう噴水がありました。噴水のある公園というのは、例えば別所沼公園もそうなんですけれども、冬場でも釣りができる、釣れる可能性が高いというような、説を埼玉の片隅からチャンネルでは唱えています。ですから、釣れているよという情報プラスその噴水ということで、多分冬場でも釣れるんだろうなという、暖かい日を選んで、最近1月でも10何度というような日が何日もあるような、地球温暖化、でもあるでしょう。ですからそういった日、そして風が穏やかな日を選んでですね、
釣りに行かれれば釣果が上がるかもしれません。釣りを始めています。現在は自分の正面、仕掛けを出しやすいところを狙って様子を見ていますね。3月とはいえまだそれほど水がぬくんでいない。ですから魚の反応がめちゃくちゃいいというほどではありませんでしたけれども、やっている間にですね、浮きになんとなく反応が出始めた。ですがこの仕掛けではちょっと大きい、浮きが大きい、重りが大きいということで、この前に、お見せしています鴻巣市の用水路で釣りをした時に作った仕掛けをここでもう一度使うということで今付け直していますね。市販の棚子仕掛けの紙に巻きつけていたんですね。これで釣りを再開してます。やっぱり浮きに反応があるからこれは釣れるだろうという、そういう気持ち。そして1匹目が釣れましたね。口細ですね。口細が釣れました。この時は3月ではありましたけれども、いつでも1匹目が釣れるかどうかっていうのは結構大きな問題ですね。釣れて嬉しい、ほっとする、じゃあもう少し続けようという感じ。続けて釣れました。これも口細ですね。ここは総合公園というだけあって、隣に野球場があったり、スポーツをしに来る方もいらっしゃいますね。それからもちろんお散歩の方なんかもいらっしゃいますね。これはですね、岸寄りのところに木の枝が沈んでいるのを見つけまして、そこを狙って、仕掛けを出してしぶよく釣れたと。この日の釣果は口細が揃いました。この時は3月なんですけれどもね、冬場でも釣れるという、そういう公園。よし、俺が釣ってやるぞという方はぜひチャレンジしてみてください。もう柳の芽が芽吹き始めているというような、そういう時期でしたね。ここからはおまけです。これ東京都浮間公園。浮間公園にも実は釣りに行ったことがあります。ですが自分はちょっと釣果を上げることがなかなか難しく、ブルーギルを1匹釣っただけだったと思いますね。このチャンネルの視聴者の方から冬場でも釣れるという情報をいただきまして取り上げてみました。駐車場
ここは有料なんですけれどもありますから、または駅から近いそうなので、電車で乗り継いで行かれるのもいいかと思います。次は桶川市の城山公園ですね。ここも自分たちが行ったのは冬ではないんです。噴水がある公園、そして冬場でも釣れるという情報をやはり得ていまして、だからもちろん条件もいろいろあるかと思いますけれども、ここなどもチャレンジして面白いんではないかなと思いまして取り上げてみました。これは冬ではない時期の、釣果なんですけれども、ということで埼玉県冬の釣り場5選ですね、これご紹介いたしました。埼玉の片隅からチャンネル登録、高評価、いいね、どうぞよろしくお願いします。